チコン4でプチゲーム開発体験です。第1回目です。この動画は、ゼロからゲームを作り始めるのですが、1本の動画で遊べるゲームを作ってしまう無謀な企画です。プチコン4で簡単にゲームを作れるというのは正しくもあり、間違ってもいます。市販されているようなゲームを作ろうとするのは無理ですし、かといって、昔のファミコンやスーパーファミコンで出ていたようなゲームを作ることはできますがやはり簡単ではない。でも、シンプルなゲームは簡単にできるのは間違いないのです。みんな、最初は簡単なゲームから作り始めています。これは、その簡単なゲームを一本の動画で完成させようという試みです。一本の動画だから、タイトル画面やゲームオーバー画面なんて、洒落たものはありません。それは、後でつければいいものです。ここでは、とりあえずゲームとして動いて、点数が出たりなどゲームとして成り立っているまでを目指していきます。使う命令群は、簡単な解説を挟みながら進みますが、開発体験なので詳しくは説明しません。より詳しく調べたいなら、プチコン4のホームページからたどれる、リファレンスなども各自で調べてください。また、より複雑なゲームを作りたくなったら、私が掲載している長期連載になってしまったプチコン4入門にアタックしてみるのもいいかもしれませんね。ごめんなさい宣伝でした。では、気を取り直して、今回作るゲームです。カーレースです。コースが前から流れてくるので、壁を避けて車を進めます。道幅がどんどん狭くなってくるので、どこまで壁にぶつからずに耐えられるか、というゲームです。走行距離が点数になります。車の操作は、ジョイコンのモーションセンサーを使います。携帯モードやジョイコン2つ持ち、プロコンなどで、車のハンドルみたいにして傾けると、車もそれに合わせて左右に動くことにします。さて、どれぐらいで作り上げることができるでしょうか。レッツ、体験。最初は、スクロールするコースを作りましょう。では、早速、F4 キーでエディットモードにします。まずは画面をきれいにします。ACLS 命令を用います。ACLS 命令は、プチコン4で扱えるたくさんの画面に関する設定をすべてリセットしてくれる命令です。このシリーズでは、画面の解像度やら、フォントの大きさやらといった難しいことは、基本的にシステムの初期値を使って作っていきます。今回コースを描画する場所は、横が25個、縦が15個タイルを並べることができるテキスト面3です。このテキスト面というのは、お風呂場のタイル壁のように、文字や絵をペタペタ並べることができる面です。ここに壁を表示するのです。壁を表示するのは、tfill 命令を使います。tfill 命令は、テキスト面の一部分にタイルを敷き詰めてくれます。プログラムでは、どこというのを座標を使って指定します。横方向が X 座標といって、左から右に行くほど大きくなります。縦方向が Y 座標といって、下に行くほど大きくなります。基本的に、画面の左上は、X 座標が0、Y 座標が0になっています。では、試しに tfill 命令を記述してみましょう。tfill 命令は、テキスト面番号、開始 1x 座標、開始 1y 座標、終了 1x 座標、終了 1y 座標、配置する文字コードを命令に指定します。最後の配置する文字コードは、変な記号が出ていますが、これが壁を表示する文字コードを16進数という表記法で表したものです。では、F5 キーを押してプログラムを実行してみましょう。画面左上に、横に4個分、縦に3個分の四角い箱が並びました。これは、画面内の X 座標0、Y 座標0の位置と、X 座標3、Y 座標2の2つの位置で指定される四角領域にタイルを敷き詰めているからです。tfill 命令の動きがわかりましたか？それでは、これで、一番上の1行分の壁を敷き詰めます。ゲームの画面では、壁の他に、車が走ることができる道路がありますが、実は、道路は何も描きません。だから、背景の色が表示されているだけです。実際に表示しているのは壁の部分だけです。壁は、左側と右側に描かれています。だから、左の壁と右の壁を描くために、2回 tfill を使います。ここで、壁の考え方を図で説明します。左の壁のサイズを、壁の幅ということで、WW、道路の幅を道路の幅、ということで RW、とします。
左の壁のサイズ WW を変化させることで、コースが左右に動くことを表現し、道路の幅 RW を徐々に小さくしていくことで、だんだん道幅が狭くなっていく仕組みにします。全体的な幅が25と決まっているので、左の壁の幅と道路の幅が確定すれば、右の壁の幅は確定します。でも、ここで使うのは、T フィルで描くときの視点と終点の位置です。左の壁の左側、図の丸1のところと、右の壁の右側、図の丸2のところは、座標が決まっています。丸3のところは、WW で決まります。左が0から始まっているから、X は WW-1 となります。丸4のところは、WW と RW で決まります。これは、WW と RW を足したところになります。具体的に数を入れて確かめてみるといいでしょう。図は、WW が5、RW が13になっているので、丸3は5-1で4、丸4は5たす13で18になっていることが確認できます。では、F4 キーを押してエディットモードに戻り、コードを書いていきます。まず、WW と RW の変数を定義し、初期値を決めておきます。WW を2、RW を20としておきます。そして、T フィル命令で壁を描きます。まずは左の壁です。テキスト面3、視点は、X が0、Y が0、終点は、X が WW-1、Y が0です。これに、壁の文字コード、&HE801 と書いて、左の壁は書けました。次は右の壁です。テキスト面3に、視点の X は、WW プラス RW、視点の Y は0、終点は、X が24、Y が0です。また、壁の文字コード、&HE801 を書いて、右の壁も書けました。では F5 キーで実行してみましょう。正しく書けているようです。実は、コースを書くのはこれで終わりです。ここから、下は何を書くのか、というと、実は描かなくてもいいのです。画面をスクロールすると、0行目にあったものが1行目に移動しますので、移動をさせてから、また、0行目に、新しい壁を描けばいいのです。そうすれば2行分が描けます。これを繰り返すのです。では、F4 キーを押してエディットモードに戻り、コードを書いていきます。まず、先ほど書いた T フィル命令を、ループ分とエンドループ分を書き足して無限ループにします。ループとエンドループは、ループとエンドループで囲んだプログラムを、ひたすら繰り返して実行します。何も手を入れないと、強制終了するまで、ずっと誰にも止められることなく動き続けます。こうなったら F5 キーで止めるしかありません。そしてスクロールはスクロール命令です。テキスト面をタイル枚数単位で指定方向にスクロールしてくれます。スクリーン ID は壁を描いているのはテキスト面3なので、3。今回は画面を下に下げる必要があるので、横方向のスクロール文字数は0、縦方向は負の値で下方向にスクロールするため、-1となります。では書いてみましょう。ループ分とエンドループ分をここに書き込みます。すると囲んだ2行の T フィルが繰り返し実行されます。ループで囲まれた部分を、すべて、先頭をスペースで開けます。これをインデントと言います。これをしておくと、どこから、どこまでがループ範囲内なのかが見やすくなります。次に、スクロール命令を入れてスクロールさせます。スクロールは、T フィルで描く前にスクロールさせます。さらに、ここで、おまじないとして、vsync という命令を繰り返しの最後に置いておきます。これは、簡単に言うと、画面が更新されるまで待つ命令です。とりあえず必要だということで、ここに書いておいてください。では F5 キーで実行してみましょう。直線のコースが画面いっぱいに描かれています。F5 キーをもう一度押すと、プログラムは止まりますので、F5 キーを押して止めて、もう一度 F5 キーを押して、最初をよく見てください。実行して、すぐをよく見ていると、上から下にコースが流れてくるのがわかると思います。これでは、簡単すぎてゲームになりませんので、コースに動きをつけましょう。動きをつけるには、左側の壁の幅である変数 WW を変化させるのでした。WW をどうやって変化させるか、今回は乱数というサイコロのような仕組みを用います。1行を表示するごとに、-1、0、1の3つの目があるサイコロを振って、
その出た目の数だけ WW を変化させてみましょう。乱数を取得するのは RND という命令です。シード ID というのは無視してもらって大丈夫です。取得する乱数の上限を指定すると、0から最大値 -1 の値の範囲を返します。すなわち、何種類の数の目のサイコロを振るか、ということです。今回は3種類なので、3を指定すると、0、1、2のいずれかを返してきます。このままでは WW は変化させられませんから、これを-1、0、1にするには、RND で得た乱数から1引けばいいことがわかります。では、F4 キーでエディットモードにして実装していきます。WW を変化させます。tfill の直前に、WW に、先ほどの RND で作った-1から1の3種類の数が出るサイコロの目を足しましょう。では F5 キーで実行します。コースが左右に動いて、スクロールしているのがよくわかるようになりました。でも、長く観察していると、どうやら、画面の左や右にはみ出て、道路の幅がおかしくなっているようです。はみ出さないようにしないといけません。これを if 文を使って、WW の値を補正していきます。if 文は、条件を判断して、その条件をもとに処理をするかしないかを判断したり、イエスならこれ、ノーならあれ、というように処理を分けたりすることができるものです。では、これを使って、WW が設定されていてはいけない値になっていたら、強制的に変更してあげる処理を入れましょう。では、F5 キーでプログラムを止めて、F4 キーでエディットモードにして変更していきます。まず、WW は1より小さくなってはいけませんから、もし1より小さくなっているようだったら、WW に1を設定して戻してあげます。右側はどうでしょう。壁を描いた時のことをもう一度考えればわかります。図の丸4の X 座標が24を超えてしまうとダメなので、WW 足す RW が24を超えたら、というところがわかります。では、この時、WW を何にするのか、ということですが、WW と RW を足したものを24にしたいのですから、WW は24から RW を引いたものになります。では F5 キーで実行してみましょう。しばらく見ていても、右や左にはみ出る様子はありません。うまく動いているようです。では、次に、だんだん狭くなる仕組みを実現しましょう。いろいろな方法があるでしょうが、これは、100回スクロールするごとに、幅を1つ狭める、という処理をしてみます。どうすれば実現できるでしょうか。まずスクロールした回数を記録しておく必要があります。このゲームでは、どれだけ進んだかが点数になるので、これは、スクロールした回数を点数にして良さそうです。そこで、スクロールした回数を、スコアという変数に取得します。スクロールした回数は、スクロール分を実行した回数ですね。このスクロールした回数から、100回ごとに1増えていくものを考えてみます。実はそれは100の位です。正確に言うと、100の位から上の値です。これを計算で求めるには、100で割って、小数点以下を切り捨てればいいのです。元の幅の数20から、この値を引いたものを道路幅にすれば良さそうです。では F4 キーで編集します。まずは変数スコアです。プログラムの最初に、WW と RW を初期化したところに、スコアも0で初期化しておきます。そして、RW は、計算式で出すため、この初期化部分の RW は、不要となるため消しておきます。では、スクロール文を実行した回数なので、スクロールを記述した行の次の行に、変数スコアを1足す計算式を入れておきましょう。では、いよいよ RW の算出です。小数点以下を切り捨てるのは、フロアという命令です。これは、与えられた数の小数点を切り捨てた数を返しますので、これを使ってみます。WW の値を if 文で補正した直後に記載していきます。RW は、元々の値20から、スコアの値を100で割ったものを、フロアで小数点以下を切り捨てた数を引きます。これで、100回スクロールしたら、20-1で19。200回スクロールしたら、20-2で18。と、どんどん進むにつれて幅が狭くなっていくことになります。最後には、幅が0になりますが、今回は、そうなる前に、必ず壁にぶつかるでしょうから、幅が小さくなった時の処理は、今回は考慮しないことにしました。
では F5 キーで実行してみましょう。しばらくしていると、だんだん幅が狭くなっていくのがわかります。いいですね。最後に、道路の部分を灰色にして、アスファルト感を出してみましょう。道路の部分は、背景の色が出ているだけなので、背景色を変更します。背景色を指定するのは、バックカラー命令です。色の指定は、RGB 値で指定しますが、難しいので、あらかじめ用意されている定数というものを使います。定数とは、意味が難しい値や覚えにくい値を、変数のように文字列として表したものです。色コードの定数の C グレーを指定します。F4 キーで再びエディットモードにして、編集します。背景の色は最初に設定しておけばよいので、プログラムの頭の方で定義しましょう。F5 キーで実行すると、アスファルトの道路みたいになりました。これでコースは完成です。では、次に車を表示してみましょう。車は、スプライトという仕組みを使います。一般的なゲームの作り方では、テキストスクリーンは背景を描いて、スプライトは、その前で動くキャラクターを描くのに使われます。プチコン4では、あらかじめ使いそうなスプライトをたくさん定義してあります。それぞれ、定義番号として番号がついていて、どの定義番号のスプライトを使うかを決めます。どの定義番号に、どのスプライトが割り当てられているかは、F9 キーで起動できるスマイルツールで調べることができます。今回は、時間の都合上、スプライト定義番号の351番の赤い車のスプライトを使用します。プチコン4でスプライトを使用するには、スプライト番号を割り振ります。スプライト番号は、自分で勝手に決めることができて、今回は0番を使います。スプライト番号0番で、定義番号351番のスプライトを使うよ、という宣言をするのが SPSET 命令です。スプライト番号と定義番号は、意味が違うから注意してください。スプライトを定義するのが、定義番号、スプライトを、実際に画面で使うときに使うのがスプライト番号です。プチコン4のスプライトは、何はなくとも、SPSET でスプライト番号を振らないと、何もできないことは覚えておいてください。では、F4 キーで編集モードにして、SPSET を書きましょう。スプライトの定義は、基本的に使うときに1回だけ実施すればいいので、最初にいろいろ設定している部分に記述しておきます。では F5 キーで実行してみましょう。画面の左上に、赤い車を上から見た絵が表示されています。注目するのは、壁の絵は、どんどん下に流れていくのに、スプライトである赤い車の絵は、下に流れていきません。これは、スプライトの絵と壁の絵が重ねて表示されているためです。スプライトは、スプライト面に、壁のタイルはテキスト面に表示されるので、それぞれ別に表示管理されています。ではスプライトを移動してみましょう。スプライトの表示位置を変えるのは、SPOFS 命令です。SPOFS に位置を変えたいスプライト番号と表示位置の座標を指定します。F4 キーで編集モードにして SPOFS を書きましょう。ループ中に車が動くことを想定しているので、ループの一番最後に位置を更新することにします。では、タイルと同じように X 座標を3、Y 座標を2にしてみます。では F5 キーで実行してみましょう。先ほどとほとんど場所が変わっていないのがわかります。先ほどのテキスト面は、タイルの場所で座標を指定しましたが、スプライトは、絵の最小単位であるドット単位で座標を指定できるのです。今の状態では、スプライト面で SPOFS で指定できる座標は、図のように、X 座標が0から399、Y 座標が0から239となります。テキスト面に表示しているタイルの大きさは16ドット四方になっていますので、X 座標を16、Y 座標を16にしてみると、ちょうどタイル1枚分右下に移動するはずです。F4 キーで編集モードにして、先ほどの座標を16、16に書き換えて、再度 F5 キーで実行してみてください。タイル1枚分右下に移動しました。今回は、衝突判定などを簡単にするため、タイルとちょうど重なる場所に常に表示させることを考えます。すなわち、16の倍数にしか設定しないということです。でも、
SPOFS で座標を変化させると、表示場所を変えられることは理解できたと思います。では、次に、車のスプライトをジョイコンで移動させることを考えます。今回は、ジョイコンをハンドルみたいに回転したのに伴い、車を左右に移動させます。実際の車の動きとは異なるのですが、左に回した角度分左に動き、正面に向けていると、真ん中、右に回した角度分右に動く、ということをやってみたいと思います。ジョイコンの角度を取得するのは、ジョイコンのジャイロセンサーという傾き角を取得できる機能を使います。傾き角は、実は3つの角度があり、どこを軸にしてどう回すかによって、取得できる角度が異なります。でも、難しいことはいいので、実際にどのような情報が得られるのか確認してみましょう。ここから、ジョイコン関連の命令を追加していきます。まずは X コントロールスタイル命令です。これは、このゲームでのコントローラの使用方法を定義します。いろいろな設定項目があるのですが、細かい説明は省略します。今回は1人専用で、プロコンや持ち運びモードも可能なフルスタイルとします。そして、モーションセンサー使用フラグを設定しないと、ジャイロセンサーが使用できません。IR センサーは使用しません。そして、ジャイロセンサーをリセットするのがジャイロシンク命令です。ジャイロセンサーは、激しく動かしていると、誤差がどんどん大きくなる特徴があります。よって時々リセットしてあげないといけないのですが、それがこの命令です。今回は、プログラムで、ジョイコンの定義をして、ループが始まる直前に一度リセットすることにします。そして、実際に、ジョイコンのジャイロセンサーの値を取得するのが、ジャイロ A アウト命令です。これで、X 方向、Y 方向、Z 方向の変化角度を得ることができます。どんな値が得られるのかは、実際に動かしてみて値を見るのが早いです。早速実装していきましょう。F4 キーでエディットモードにして、先ほど紹介した命令を書いていきます。ACLS の次に、X コントロールスタイル命令を書きます。最大1台接続、フルモード、モーションセンサー使用、IR センサーは不使用なので1、0、1、0となります。次に、ループの開始直前に、ジャイロセンサーをリセットするジャイロシンクを書きます。引数は、コントローラーが1番なので1と書きます。では、いよいよ、ジャイロセンサーの値を取得してみましょう。スプライトの場所を指定する直前に、ジャイロ A を記載します。コントローラー番号は1番で、アウトの後に、ジャイロセンサーの値を設定する変数 X、Y、Z を書きます。これで、今のコントローラの角度が X、Y、Z に取得できます。では、これを画面に表示します。プリント文で、変数の値を表示することができます。変数は、間まで区切ると、適切に間を空けてくれます。早速 F5 キーで実行しましょう。ジャイロセンサーの警告が表示されますので、そのまま、右ジョイコンの A ボタンを押してください。タイルのスクロールと重なるように、数字がたくさん流れていきます。これがジャイロセンサーの値です。3列ある左から X、Y、Z の順に表示しました。この状態で、ジョイコンをハンドルみたいに動かして、一番、数字が都合よく変わっているのはどれかを確認します。最新の数字は下の方ですので、よく観察しましょう。どうやら、一番右の Z の角度が、ハンドルと同じ動きで変化するようです。左に90度回すと1あたりに近づき、右に90度回すとマイナス1あたりに近づくようです。これが利用できそうです。この Z の角度で、車が表示される X 座標を決定すれば良さそうです。ジョイコンの入力を、左端を1、右端をマイナス1として、それに対応するタイル座標を、左端が1、右端が23として、これをどう対応させればよいかを考えます。そこで、こんなグラフを書きます。横軸がジョイコンの入力値、縦軸が車がいるタイルの座標です。このような図にすると、関係性がわかります。ジョイコンの Z 角の値を X、車スプライトの表示位置を Y とすると、これは一次式なので、分かっている2点の値を当てはめて計算すると、式が出てきます。こんなところで数学が出てきました。では、早速、F4 キーでエディットモードにして、先ほどの式を入れていきましょう。
まず、車の X 座標をタイルの座標で表したものを MX として、先ほどの式を書いていきます。注意しなければならないのは、ジョイコンの入力は小さな値なので、先に掛け算をして、大きな値にしてから、それを小数点以下を切り捨てる必要があります。忘れてはならないのは、画面の外にはみ出す対応です。ジャイロセンサーは、急激な動きの時には、急に大きな値の変化があるかもしれません。タイル数枚分を一度に飛び越えて移動することも考えられます。なので、画面の外に出ないように、MX の値を補正する必要があります。これも、コースを描画したときに、WW の値を補正したのと同じように補正します。もし、MX の値が0より小さくなったら0に強制します。同じく、MX が24より大きくなったら24に強制します。これで、大きなハンドル回転により画面からはみ出すことを避けることができます。では、SPOFS の座標の計算です。今回は、MX はタイルの座標なので、ドットに直すために16をかけています。Y 座標も、タイル座標13を16倍しています。わざわざ、計算式のまま書いているのは、見たときに理由がわかりやすいだろうということです。では F5 キーで実行してみましょう。ジョイコンをハンドルのように動かすと、車が左右に動きました。今は、車は、壁の存在を無視しています。壁を判断して、ぶつかったらゲームオーバーになって、走行距離となる点数を表示して終了するようにしましょう。ぶつかったかどうかを判断するのは、CHKCHR という命令を使います。これは、指定したテキストスクリーンの指定した座標には、何のタイルがあるのかを文字コードで教えてくれます。タイルが何もなければ、0が返ってきます。ですから、車の下に何もなければ OK で、車の下に壁タイルがあれば、ぶつかったと判断するようにしましょう。ぶつかった時には終了すればいいので、ループを抜けるようにしましょう。ループの中を実行した後に、ループを抜けるかまた繰り返すかを判断するのは、リピートアンティル文です。アンティルに書いた条件を満たさない時にまた、リピートの部分に戻る、と書いてあります。ということは、アンティルに書いた条件を満たした時にループを抜けるのですから、壁にぶつかった時の条件を CHKCHR で書けばいいことになります。最後にすでに計算している変数スコアをプリント命令で表示すれば完成です。では、F4 キーでエディットモードにして、最後の仕上げです。まず、今までループエンドループにしていたループ部分を、ループの部分を、リピート、エンドループの部分をアンティルに書き換えます。そして、アンティルの条件式に CHKCHR 命令を書きます。CHKCHR は、最初に調べるテキスト面の番号ですから、壁を描いた3面の3、そして調べる座標は、車の座標ですから、X 座標は MX、Y 座標は13となります。調べた結果、壁にぶつかっている、すなわち、0以外の値が返ってきたら、ゲームオーバーなのでループを抜けます。そして、最後の行で、スコアをプリント命令で表示して終了です。ようやく完成です。おめでとうございます。F5 キーで遊んでみましょう。何点取れるでしょうか？実は、プログラムを早く理解するコツは、とにかく改造することです。簡単なことで言うと、車のスプライトをバイクに変えてみるとかから、車の動きを滑らかにしてみるとか、果てはスクロールも滑らかにして、車がちゃんとハンドル角によって回転するとか、ある程度幅が狭くなったらゴールするとか、はたまたガソリン缶を拾うと給油するルールにするとか、いろいろな改造方法があります。もしよかったら、どんどん改造して、自分好みの作品にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。長編の開発動画もありますし、このような1話完結編の開発動画も反応がいいようでしたら、さらに作っていくかもしれません。もし気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をしていただきますよう、お願いします。